皆さんこんにちは、ソラです。今日もこのポッドキャストに来てくれて本当にありがとうございます。この番組では優しい日本語でリアルな日本の文化や日常、そして思わず笑ってしまうようなエピソードを海外の皆さんにお届けしています。さて今日のテーマは日本のコンビニ便利すぎ問題です。日本にはコンビニ、いわゆるコンビニエンスストアがたくさんあります。セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、デイリーヤマザキ。これ都会にも田舎にもどこにでもあります。そしてほとんどの店が24時間365日いつでも空いてます。特に都会はだいたい空いてます。そして、お弁当、おにぎり、スナック、ドリンクだけじゃないんです。例えば、文房具や洗剤、歯ブラシ、そしてタイツ、女性用タイツですね。北海道や電池、マスク、ホテルの部屋より品揃えいいじゃんっていうくらいです。しかも、キャッシュを下ろす ATM だったり、コピー機や Wi-Fi まで使えちゃうんです。もうね、ここ住めます。で、日本のコンビニで、特に日本以外から来られた外国の方がびっくりするのは、ご飯のクオリティです。順番に言うと、おにぎりはコンビニでしか買わない人もいるぐらい。そして、ローソンにある唐揚げくん。あれは、軽食界の王様ですね。皆さんよく買ってます。で、寒い冬になってくると、冬限定のおでん。これ都道府県だったり地域で全然味が違うんですよね。これも楽しめる魅力の一つです。あと冷凍食品。これね、冷凍食品はレストランの味じゃないかなっていうぐらい美味しいんです。さらに最近ではビーガンメニューだったりグルテンフリーの商品も増えてきてるみたいです。あと日本に来てもらった外国の方々、皆さんわかると思うんですけど、日本のコンビニって、もう便利のレベル超えてますよね。サービス精神豊かでサービスが噛みすぎてます。噛みってゴッドの方ですね。噛みすぎてます。例えば、お弁当を温めますか？日本語ではチンしますかって言うんですけど、その速さが、レジで商品の値段をピッと、バーコードをピッとした後と同時に温めますかっていう反射神経がもうプロ野球レベルですね。で、あと、トイレ貸してくださいって、トイレ貸してくださいのくださいが終わる前にどうぞっていうトイレの神様ここにいました。しかもトイレットペーパーがダブルなんです。嬉しい。そして、電気代だったりガス代の公共料金は払えますかっていう問いに対しては、もちろん払えます。ここ銀行か役所か郵便局なの？もういっそ市役所にしようよっていうレベルですよね。あと店員さんが季節イベントにやたら詳しいです。今クリスマス予約始まってますよとか、これサンタの部下ですかっていう感じですよね。で、飾り付けもすごい季節によってハロウィン、クリスマス、お正月、全部買えますね。はい、ものすごい日本のこのコンビニのクオリティですね。あと、レジ袋いりますかって聞かれたとき、いりますって言っただけで、なんかちょっと罪悪感あるよね。はい。で、あとは、海外にない日本だけのコンビニ文化もあります。
おしぼりをくれる。いわゆるウェットティッシュですね。おしぼりをくれたり、コンビニ限定のアニメコラボ商品っていうのがあります。あとは、皆さんアニメ好きですか？よくアニメ好きな方がコンビニに一時期殺到する時があって、一番くじっていうくじでアニメ商品をゲットするというのがいろんなコンビニで発売されます。これはコンビニにしか発売されなかったり、一部のフィギュアショップとかにしか出ないのでかなりレアです。あとは、ホットスナックですね。アメリカンドッグとか、肉まんとか、唐揚げとかですね。で、あと、店内の音楽ちょっと癖になります。ポン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 、ポン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 、とか、ティロリロリロリンとかですね。あのコンビニの日本独特の音は耳から離れません。で、海外の人だけでもなくてですね、日本人もですね、コンビニをむちゃくちゃ頼りすぎてます。これ海外の人には意外かもしれませんが、コンビニに行けばなんとかなるっていう安心感が半端ないです。半端ないっていう日本語はちょっとスラングに近いですね。とてつもないです。で、朝ごはんはコンビニ、お昼ごはんコンビニ、会社のコピー機が壊れたらコンビニ、夜中にマスクがない、これもコンビニ、財布忘れた、スマホへコンビニ決済、みたいな、まるで現代のお寺かお母さんみたいな存在になってます。すごいですよね。なので、もうとんでもなく便利な日本のコンビニが、世界の、旅行者から、よく YouTube でも動画上がってたりするんですけど、日本のコンビニは素晴らしいと。で、よく YouTube で上がってるのが、スムージーを、冷凍のスムージーを機械に通すだけで、すごくフレッシュなスムージーに早変わりするっていう、すごいテクノロジーの進んだ日本のコンビニっていうので紹介されてたりもするので、そこも、もし気になる方がいたら、ぜひ日本に来た時にトライしてみてください。はい。で、最後にですね、私は今ニュージーランドにいて、ニュージーランドの、コンビニ、デイリーみたいなものは、日本ほどそんなに便利なものではないです。なので、ちょっとだけ、日本のコンビニ恋しいかな、というのは、正直あります。ちょっとだけ買いたいとか、この時間に行きたいとか、ですね。小腹が空いたな、とか、そういう時に日本のコンビニは本当に神ですね。ただ夜も夜中も空いてるっていうのは、それは、日本の治安の良さを、象徴してるんじゃないかなと思いますけど、それだけ、便利なものが揃ってる日本のコンビニは、すごく魅力的かなと思いますので、もしこれから日本に行く予定がある人がいたら、ぜひコンビニに入ってみてください。たった3分でも日本人の生活を体験できる場所です。はい。それでは今日はこの辺で、また次回のエピソードでお会いしましょう。バイバイ。